そうね。今日はい、皆さんこんにちは。ラペラのなぎさです。よろしくお願いします。さあ、今日のアニメで日本語トレーニング、私なぎさはある日本の有名なアニメのキャラクターのコスプレをしています。さあ、分かった方はコメント欄にお願いします。それでは早速今日のアニメの紹介です。今日のアニメはヤクザと目つきの悪い女刑事の話。長いので略して略目と言います。それでは今日のキャラクターの紹介です。丸坊の女刑事有ヶ谷由紀とヤクザの若頭轟圭一がメインキャラクターです。そして今日は有ヶ谷の上司最強の女剣士ムカデが登場します。さあ、今日はどんなストーリーになるでしょうか。それでは今日の場面です。ムカデ警視が有ヶ谷を呼び出しました。轟をずっと逮捕できないからです。ムカデ警視は有ヶ谷に言いました。異動を命じられた女刑事が取った行動とは。上司のムカデに呼び出されました有ヶ谷。ムカデ警視は有ヶ谷に異動を命じました。異動を命じられた有ヶ谷はどうするでしょうか。はい、今日の単語を見ていきましょう。このスライドはスクリーンショットを撮ったりメモを取ったりしてくださいね。証拠を渡す、証拠をつかむ、嘘をつく、嘘をつく、色仕掛け、色仕掛け、移動、移動、上司、上司、管轄、管轄、外す、外す、いない、いない、生成する、生成する、切なげな、切なげな。それではフレーズを見ていきましょう。フレーズも私の後に発音してください。仕方がない、仕方がない。心置きなく何々する、心置きなく何々する。いても立ってもいられない、いても立ってもいられない。しのぎを稼ぐ、しのぎを稼ぐ。しのぎとはヤクザの仕事のことです。アニメの中で轟がこう言います。ざまあ味噌漬け。同じ意味でざまあ見ろということもあります。これは相手の不幸を喜ぶニュアンスがあるので使わない方がいいですね。それではアニメを見ていきましょう。まず1回目は大体のストーリーがわかることを目標にしてください。2つの質問があります。1つ目の質問は、轟は有ヶ谷が何をしたのがおかしいと言いましたか？そして2つ目の質問は、轟は有ヶ谷の話を聞いてどう思いましたか？さあ、おとなしく証拠を渡しなさい。ちょっと待て。お前、今日嘘をついたり色仕掛けをしたりいろいろとおかしいぞ。何かあったのか？仕方がないじゃない。こうでもしないと移動させられてしまうんだから。あ？移動？どういうことだ？上司に1週間以内にあなたの犯罪の証拠を持ってこなければここの管轄は外すと言われたの。そして今日がその1週間目よ。何？
なるほどな。俺は証拠を渡さなければお前はここの管轄を外されるってわけだ。ざまあ味噌漬け。これで先生するぜ。これで心置きなくしのぎを稼げるな。こうして会うのも最後か？そうね。今日証拠をつかめなければここに来る理由もなくなるわ。すっげえ。どうしたアリガヤ、そんなに切なげな目をして。そんな目をされたら俺はいても立ってもいられなくなってしまうばい。はい、皆さん。第1回目の目標、大体のストーリーがわかる。皆さん、わかりましたか？それでは、クエスチョンを見ていきましょう。轟は、有ヶ谷が何をしたのがおかしいと言いましたか？答えを見ていきましょう。嘘をついたり、色仕掛けをしたことがおかしいと言いました。アニメの中では、いろいろおかしいぞと轟が言ってましたよね。それでは次のクエスチョンを見ていきましょう。轟は有ヶ谷の話を聞いてどう思いましたか？有ヶ谷が好きな気持ちでいても立ってもいられなくなった。轟はモノローグでこんなことを言ってましたね。好き、そんな目をされたら俺はいても立ってもいられなくなってしまうばい。皆さん、大体のストーリーわかりましたか？さあ、それでは2回目を見ていきましょう。2回目の目標はターゲット文法を聞いてわかることです。字幕に穴があります。何と言っていましたか？気をつけて聞きましょう。今日の穴は4つあります。4つのターゲット文法をしっかり聞いてください。それではどうぞ。さあ、おとなしく証拠を渡しなさい。ちょっと待て。お前、今日嘘をついたり色仕掛けをしたりいろいろとおかしいぞ。何かあったのか？仕方がないじゃない。こうでもしないと移動させられてしまうんだから。あ？移動？どういうことだ？上司に1週間以内にあなたの犯罪の証拠を持ってこなければここの管轄は外すと言われたの。そして今日がその1週間目よ。何？なるほどな。俺は証拠を渡さなければお前はここの管轄を外されるってわけだ。ざまあ味噌漬け。これで先生するぜ。これで心置きなくしのぎを稼げるな。こうして会うのも最後か？そうね。今日証拠をつかめなければここに来る理由もなくなるわ。すっげえ。どうしたアリガヤ、そんなに切なげな目をして。そんな目をされたら俺はいても立ってもいられなくなってしまうばい。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？ターゲット文法聞いてわかりましたか？さあ、4つのブランク、どんなことを言っていたか見ていきましょう。まず1つ目。こうでもしないと移動させられてしまうんだから。しないとの部分が1つ目のターゲット文法です。さあ、そして2つ目のブランク、穴にはどんな言葉が入りますでしょうか？犯罪の証拠を持ってこなければ、ここの管轄を外す。持ってこなければが2つ目のターゲット文法です。それでは3つ目のブランクを見ていきましょう。証拠を渡さなければ、お前はここの管轄を外される。渡さなければというのが3つ目のターゲットです。それでは4つ目を見ていきましょう。4つ目のターゲット文法は、今日証拠をつかめなければ、ここに来る理由もなくなるわ。つかめなければというのが4つ目のターゲット文法です。それでは詳しく見ていきましょう。
の文法1、A ないと B、A がないと B。B の部分にはネガティブなセンテンスが入ります。A の部分は動詞内形、そして形容詞内形も使います。それでは例文を見ていきましょう。野菜を食べないと病気になります。病気になりますというのはネガティブな内容ですよね。そして2つ目、証拠がないと異動になります。これは話者である有ヶ谷にとって異動になりますというのはネガティブなこと、困ることですよね。轟に会えなくなってしまいますから。それではこの文法の細かいところを見ていきましょう。まずスタイルはカジュアルです。話し言葉です。日常的なことについて話すときによく使われます。そして深刻さ。これはネガティブな内容のレベルですね。例えば、ナイフとフォークがないとご飯が食べられませんというように日常的なこと、身近なこと、ちょっと困ることというようなことを言う場合の方が多いですね。それではもう一つ例文を見ていきましょう。アニメのシーンからです。有ヶ谷は轟に会えないとどうなりますか？寂しくなります。このようにネガティブな感情を表現することもできます。会えないと寂しくなる。話せないとつまらないなどですね。それではもう少し詳しくこの文法を見ていきます。A をしないと A がないと B ない。B できない。B の部分がもっと具体的になっています。そして B のために B にならないように A をするというように B の部分がある目的を表している。つまり B のために B にならないように A をする。A が B のために必要だということを強調したいときにも使えます。それでは例文を見ていきましょう。ダイエットのために野菜を食べます。ダイエットという目的がはっきりと出てきています。これをこの文法で言うと、野菜を食べないとダイエットできません。使う場面をより詳しく見ていくと、一つはアドバイス。例えばこの例文なら、肉やお菓子ばかり食べている人にお医者さんが野菜を食べないとダイエットできませんよというように忠告をする、アドバイスをするという時や、スピーカーが何かストレスを感じている時、どんな場面が想像できますでしょうか？例えばレストランに入りました。そのレストランは肉やケーキやカロリーが高いものばかり。こんなメニューばかりだとダイエットできない。野菜を食べないとダイエットできません。というように何か状況に不満がある、不足があるような時にスピーカーがストレスを感じて言う。こういうような使い方もできます。それではもう少し例文を見ていきましょう。アニメのシーンからです。証拠をつかまないと移動させられる。ムカデの命令に対してストレスを感じている様子がわかります。それでは次の例文、皆さんは B の部分を考えてみてください。証拠を出さないと有ヶ谷は轟に会えなくなるという有ヶ谷にとって、そして轟にとっても残念な結果になってしまいますよね。それでは今日の文法をもっと詳しく見ていきましょう。さあ、おとなしく証拠を渡しなさい。有ヶ谷が轟に迫っていました。渡しなさいという部分は命令を表しています。それに対して轟が言いました。ちょっと待て。お前今日嘘をついたり、色仕掛けをしたり、
いろいろとおかしいぞ。何かあったのか？待ての部分は待ちますの命令形。2人が慌てている様子がわかりますね。さあ、おとなしく証拠を渡しなさい。渡しなさいの部分は命令を表しています。どうします系なさいという形です。例えば、証拠を出します。だったら、証拠を出しなさいとなります。ちょっとフォーマルで丁寧な命令形とも言えるでしょう。それに対して轟が言いました。ちょっと待て。お前今日嘘をついたり、色仕掛けをしたり、いろいろとおかしいぞ。何かあったのか。待てというのは待ちますの命令形。よりダイレクトに命令を表します。待ちます。これは1グループの動詞です。待ちます。ますの前のちの音がえの音に変わって待て。これが命令形です。動詞のフォームについては他の動画でも詳しく勉強できるので、ぜひ探してみてみてください。さあ、次のシーンを見ていきましょう。仕方がないじゃない。こうでもしないと移動させられてしまうんだから。しないとの部分がターゲット文法になっています。仕方がないじゃないというのは困っているけど諦めている、他に方法がない時に言うフレーズです。似ているフレーズとして、しょうがない、しようがないじゃないというのがあります。じゃないがあっても、これら2つの意味は同じです。関西弁だとしゃあないやんというのがあります。今日はこの後にもう一つ方言が出てきます。さあ、それでは皆さんも言ってみましょう。有ヶ谷が言います。仕方がないじゃない。ターゲット文法 A ないと B が出てきます。こうでもしないと移動させられてしまうんだから。こうでもというのは嘘をついたり色仕掛けをしたりすることです。そして移動させられてしまう、刺激受け身形てしまうで、話者が望まない残念な結果になることを表しています。それでは皆さん、活動です。言ってみよう。皆さんも言ってみてください。言葉がわからないとつまらないです。何々ないと何々ません。皆さんが考えたものをコメント欄にもどうぞ。宿題をしないと遊びに行けません。できないことを言うことが多いので、後ろの動詞は可能形ないにした方がいいです。遊びに行きませんではなく、行けませんというふうにした方がいいですね。それでは最後に皆さん、全部考えてみましょう。子供がどこにいるのか見えないと心配になります。この写真は私の子供でもあるチンチラのしじみたんです。ケージから外に出て部屋の中を散歩することがあります。そんな時にどこにいるか見えないと心配になりますね。そんな時はだいたいテーブルの下かケージに戻って寝ていることが多いです。さあ、それでは今日の文法、2番目の文法を見ていきましょう。A なければ B。A ないと B よりも強い表現で、より義務的なニュアンスが強いです。A の部分は動詞内形。B の部分は困る、嫌だ、できないというようなネガティブなセンテンスが続きます。勉強しなければ JLPT-N1 に合格できない。これは義務的なというよりも、合格のためには当然勉強する必要がある、強く主張する文になります。スタイルとしてはフォーマル、カジュアル、どちらも OK です。しかし義務的なニュアンスが強いということなので、
ルールについて説明したり、誰かに対して厳しくアドバイスをしたりというような時に使うことが多いです。そしてカジュアルな表現になると、なきゃ、なければの部分がなきゃというふうになります。そして話し言葉だと B の部分が省略されることも多いですね。それではアニメの中から例文を2つ見ていきましょう。轟の犯罪の証拠を出さなければ移動してもらう。これはムカデが有賀谷に命令した内容ですね。当然義務になります。犯罪の証拠をつかめなければここに来る理由もなくなる。これも上司の命令に従わなければならない有賀谷にとって義務になりますよね。はい、それでは活用表を見ていきましょう。このなければという文法を使うには2つの変化が必要です。日本語の特徴は動詞や形容詞、そして名詞文、これらが変化することによって文がつながっていきます。そしていろいろな意味を持たせることができます。今回はこの文法なければを使うためのフォームを見ていきましょう。それではまず動詞からバーブ行くから見ていきましょう。行くを行かない来フォームにチェンジします。条件形行かなければにチェンジします。それでは次食べるルバーブを見ていきましょう。内形は食べない、この条件形が食べなければ。いい形容詞を見ていきましょう。おいしいがおいしくない、内形に変わり、おいしくなければ、次はな形容詞です。ダメだ、ダメじゃないに変わり、ダメじゃなければ。名詞文は雨、雨じゃない、雨じゃなければと変わります。それではここでちょっとコーヒーブレイクです。今日は条件形をやったので、行けばわかるさという日本で最も偉大で有名なプロレスラーアントニオ猪木さんが引退試合の後、最後の挨拶で言った言葉を紹介します。行けばわかるさ。行けばの部分が条件形ですね。アントニオ猪木さんはとにかく前向きでポジティブ。そして立ち止まることなくまっすぐに、とにかく行けばいろいろなことが分かってくる。怖がらないで進んでください。行けばわかるさという言葉をいつも言っていました。プロレスファンなら誰でも知っている、一回は聞いたことがあるというようなフレーズです。そんなアントニオ猪木さんのこの言葉に渚もたくさんの勇気をもらいました。渚もプロレスファンなんですね。そして渚のよく知るプロレスラー凪選手というのがいます。こちらは彼女の試合のワンシーンですね。はい、凪選手の試合は YouTube でもちょこっと見られますのでね、皆さん検索して見てみてください。凪選手の応援もよろしくお願いします。さあ、それでは勉強に戻りましょう。次のシーンを見ていきます。轟が言います。は？移動？どういうことだ？有賀谷が答えます。上司に1週間以内にあなたの犯罪の証拠を持ってこなければここの管轄を外すと言われたの。さあ、このシーンを詳しく見ていきましょう。轟が有賀谷の話を聞いた後に言います。は？移動？どういうことだ？このはというのは担当詞、感嘆詞や感動詞とも言われます。信じられないことを聞いて驚いたとき、相手の言ったことに反感を持っているニュアンスもありますので、皆さんは使わない方がいいかもしれませんね。似ている言葉としては、はよりももっとシンプルに質問がわからない、聞こえなかった時などに聞き返す程度の言葉です。轟はヤクザなので、やや荒い表現を使います。もっと普通の言い方なら、移動？どういうこと？
こんな感じでしょうか。移動？どういうことだ？これに対して有ヶ谷が言います。ここには条件形が出てきますね。上司に1週間以内にあなたの犯罪の証拠を持ってこなければ、ここの管轄を外すと言われたの。持ってこなければの部分が条件形です。有ヶ谷のセリフの中の最後ののというのは修助詞といって、主に個人的に理由や物事の背景を説明したときに使います。上司に言われたことは轟には関係ないことで知らない事実ですよね。ですのでそれを説明したのでこののがついてくるというわけですね。そして今日がその1週間目よ。なるほどな。俺は証拠を渡さなければお前はここの管轄を外されるってわけだ。ざまあ味噌漬け、これでせいせいするぜ。この2人のやりとりを詳しく見ていきましょう。そして今日がその1週間目よ。そのというのは上司に言われた1週間以内の最後の日、つまり締め切りの日ということですね。1週間目の目というのは数量詞です。何々の部分は回数、日にち、物の順番などを表す名詞が来ます。何日目、2回目、3枚目などです。1週間目よというよの部分は修助詞といって聞き手に注意してほしい気持ちを表しています。つまり今日がその締め切り最後の日を、最後の日ということを強調したいというわけですね。そして今日がその1週間目よ。これを受けて轟はこう言います。ここには条件形が出てきますね。なるほどな。俺は証拠を渡さなければ、お前はここの管轄を外されるってわけだ。ざまあ味噌漬け、これでせいせいするぜ。何々ってわけだ。というのは N2 または N3 の文法で紹介されています。相手の話を聞き、理由について納得した、分かった、なるほどと思うときに使う文法です。そして最後にこう言いました。これでせいせいするぜ。せいせいするぜのぜも修助詞です。轟は荒っぽいキャラクターなので、このように荒っぽいキャラクターの捨て台詞や他者の注意を引く誘う行動にもつく修助詞が使われています。例えば友達の注意を引く、誘うというような場面でも、一緒に遊びに行こうぜとか、嫌な仕事をやっている時にもうやってられないぜ、やめてやるみたいな、このようにやや荒っぽいキャラクターが使う修助詞としてアニメの中でもよく聞こえてきます。それでは次のシーンを見ていきましょう。これで心置きなくしのぎを稼げるな。こうして会うのも最後か？そうね。今日証拠をつかめなければここに来る理由もなくなるわ。つかめなければという条件形が出てきています。これで心置きなくしのぎを稼げるな。これでというのは有ヶ谷がいなくなればということです。心置きなくしのぎを稼げるな。心置きなくというのは何も心配することなく自由にということです。しのぎはヤクザのビジネスを表しています。そしてこのなという修助詞、話者の判断を言う独り言などによく使われます。特に相手に注意してもらいたい感じは少ないです。さあ、このセリフを受けて有ヶ谷が言います。ここでは条件形が出てきました。そうね、今日証拠をつかめなければここに来る理由もなくなるわ。つかめなければというのが条件形ですね。そしてこのはという修助詞、これも話者の判断を言う独り言などに使われます。特に相手に注意してもらいたい感じはないです。自分の中の考えや気持ちを整理している、そのような独り言などに使われることが多いですね。
そしてこの有ヶ谷を見て轟は心の中で好き。どうした有ヶ谷、そんな切なげな目をして。ここでは統治法という語の順番を変える表現方法を使っています。気持ちが高ぶっていることを表しています。普通の順番だと、有ヶ谷、そんな切なげな目をしてどうしたんだ、このような順番になりますが、有ヶ谷の表情を見て轟のテンションが爆上がりしているというような感じでしょうか。さあ、そして続けて轟はこのように言っています。心の中で、そんな目をされたら俺はいても立ってもいられなくなってしまうばい。ここではされたらという形を使っています。されればではありません。後ろの文が話者の意思を表すときはばは使えません。俺はいても立ってもいられなくなってしまうばい。自分はもうどうしていいかわからない。轟のハイテンションな気持ち、混乱している気持ちを表しています。このように話者の意思を表すときはばは使えないという注意はありますが、例外もあります。前見がある状態を表しているとき、前見とは文の前の部分ですね。バスが来なければ歩こう。バスが来なかったら歩こう。お金があれば旅行したい。お金があったら旅行したい。このようにある状態を表しているときなら、後ろの文が話者の意思であっても OK です。そして、by というのは、修助詞のぞ、よと同じです。これは九州弁なんですね。さあ、それでは活動です。皆さんも行ってみようということで、こちらはオプションの活動になるので、時間がない方は飛ばしていただいて OK です。ばを使って行ってみましょうということで、1番、外国語が話せればきっと楽しいでしょう。次は皆さんが全部考えてみてください。時間があれば好きなことがたくさんできます。時間があれば旅行に行きたいです。こういうふうにも言えますよね。さあ、それでは最後に、あなたはどう思いますか？皆さんはどう思いますか？お金がなければ幸せじゃない？お金があれば幸せですか？皆さんはどう思いますか？それでは今日の文法プラスアルファということで、こちらもオプションになりますので、時間ない人はスキップしていただいて OK です。さあ、オプションの文法はこちらです。なければならない。条件形ばが入ってます。今日のターゲット文法のなければというところも関係してくるので、こちらの文法をプラスアルファとして紹介します。意味は義務規則、守るべき約束について言う。そして A の部分は動詞内形、なければならない。ばの部分は条件形の形になっていますね。JLPT N1 に合格するために勉強しなければならない。義務規則、守るべき約束というよりも、このように話者の強い決心を表すような表現にもなります。勉強しなければ JLPT N1 に合格できない。このように言うこともできますね。アニメの中で言うと、移動させられないように轟の犯罪の証拠を出さなければならない。轟の犯罪の証拠を出さなければ移動させられる。厳しい条件について有ヶ谷の強い気持ちと一緒に表現されています。この文法はレベルは N4、N5 レベル。スタイルは書き言葉、そしてフォーマルなスピーチにも使われます。話し言葉としては、なければならないの部分をなきゃならないとか、なきゃというふうに省略して言う場合もあります。それでは皆さん、最後の活動です。こちらもオプションの活動になるので、時間がある人はやってみてください。
なければならないを使って言ってみましょうということです。明日テストがあるから勉強しなければならない。今日の5時までにこのレポートを出さなければならない。最後に好きな言い方で言ってみよう。話し言葉の形です。そして今日、修助詞についてたくさんお話ししました。なきゃならないはというのは、どちらかというと女の人向きですね。よの方は、どちらかというと男の人向き。でも女の人も使っても大丈夫。そして誰かに対して話しかけているニュアンスが強いのもよの方ですね。さあ皆さん、こちらの方はコメント欄に書いてみても OK です。もうそろそろご飯食べなきゃならないわ。時計を見て気づいた時に言う独り言みたいな感じでしょうか。約束の時間だからもう行かなきゃならないよ。別れたくない。彼女と一緒にいる楽しい時間だけど別の人と約束がある。だからもう行かなきゃ。こういうようなシチュエーションですかね。皆さんうまく言えましたか？それでは3回目です。目標は1回目、2回目よりもわかる。日本語の字幕がありますので、字幕を見ながらよく聞いてください。それではどうぞ。さあ、おとなしく証拠を渡しなさい。ちょっと待て。お前、今日嘘をついたり色仕掛けをしたり、いろいろとおかしいぞ。何かあったのか？仕方がないじゃない。こうでもしないと移動させられてしまうんだから。移動？どういうことだ？上司に1週間以内にあなたの犯罪の証拠を持ってこなければここの管轄は外すと言われたの。そして今日がその1週間目よ。何？なるほどな。俺は証拠を渡さなければお前はここの管轄を外されるってわけだ。ざまあ味噌漬け。これでせいせいするぜ。これで心置きなくしのぎを稼げるな。こうして会うのも最後か？そうね。今日証拠をつかめなければここに来る理由もなくなるわ。すっげえ。どうしたアリガヤ。そんなに切なげな目をして。そんな目をされたら俺はいても立ってもいられなくなってしまうばい。さあ皆さんどうでしたか？もっとチャレンジしたい人はアプレコしよう。字幕を何回も読んでアニメの真似をして発音を練習します。もっとチャレンジしたい人はこちらをどうぞ。それではまた見てくださいね。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。